こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして、健康保険組合について解説をしていきたいと思います。日本の医療保険制度に関しましては、国民皆保険という制度を採用しているので、全部で3つの制度が設けられている。その中の1つが被用者保険と言われる制度になります。いわゆる、協会憲法のものと健康保険組合、健保組合ですね。この2つになりますけれど、大企業の場合は健保組合さんに加入をしているケースが多いかと思いますが、この健康保険組合が今崩壊の危機ということになっておりまして、皆さんがもし健康保険組合に加入をしている、その被保険者であった場合、どうなってしまうのか。健康保険組合の解散というのが徐々に増えてきている状況になりますので、この健康保険組合の今後について解説をしていきたいと思います。まずは今回の概要ですけれど、医療保険制度の基本概要についてまずは見ていきたいと思います。そして医療保険制度には3つのものが用意されていて、被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度という3つがありますけれど、今回はですね、被用者保険における健康保険ですね、協会憲法と健保組合になりますけれど、この被用者保険における令和6年2024年度の健康保険料についてまずは見ていって、この中にあります健康保険組合の現状について見ていきたいと思います。そして最後に注意点とまとめです。まずは日本の医療保険制度について見ていきたいと思います。日本はですね、社会保障として社会保険という制度を設けておりまして、全部で保険制度は5つ設けています。年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険という形になりますが、これら全部5つ含めて広い意味の広義の社会保険という言い方をしています。そして下の2つの雇用保険、労災保険に関しては労働保険という言い方をして、上の3つに関しては年金保険、医療保険、介護保険を狭い意味での協議の社会保険という言い方をする。一般的に社会保険といった場合には、狭い意味の社会保険、年金保険、医療保険、介護保険を指すことが多いのではないでしょうか。そしてこの医療保険ですけれど、日本は国民皆保険制度というのを採用している。これは誰もがいつでもどこでも必要な医療を受けることができて、窓口での支払い額を低く抑えることができる制度という形になっています。日本でですね、医療保険制度に加入をして利用していると違和感はないんですけれど、海外ではこの国民皆保険制度というのは必ずしも当たり前ではないという形になりますので、日本のこの国民皆保険制度というのは非常に手厚い医療保険制度であるというふうに言えるのではないでしょうか。そしてこの医療保険の制度に関しましては、さらに全部で3つに分かれてきます。まずは被用者保険と言われるもので、サラリーマンの方が加入をして、事業主は保険料の半分を負担をするというもの。そして国民健康保険は75歳未満の方、そして自営業の方、被用者保険に入る方以外の方が国民健康保険に入るという形になります。そしていずれの保険制度に加入をしていても75歳以上になると後期高齢者医療制度の方に移行をしていくという形になります。今回はですね、この被用者保険の内容についての解説となります。この被用者保険というのはさらに2つに分かれておりまして、組合干渉の健康保険と全国健康保険協会干渉の健康保険という形で、いわゆる協会憲法と健保組合という形になってくるかと思います。この2つについてですけれど、大企業の場合はですね、組合干渉の健康保険に加入している方が多いのではないかと思います。このいずれかの医療保険制度に加入をしていくという形になりますが、
その保険料ですけれど、2024年度、令和6年度における健康保険料はどうだったかと言いますと、こちらはですね、協会憲法の方の保険料率ではありますけれど、全国平均は 10% という政策を持っておりますので、全国平均では 10% ほどという形で、令和6年に関しては24府県が引き上げという形。そして22都道府県に関しては引き下げという形になっておりまして、その結果、全国平均では 10% という形になっております。この健康保険に関しては、都道府県別に変わってきますけれど、この都道府県別で高いところ、低いところとありますが、この保険料を下げる仕組みとしては、インセンティブ制度というのがあります。こちらもですね、別の動画でご紹介をしておりますので、健康保険の保険料を下げるという形で、インセンティブ制度を利用するということもいいかと思います。そして、健康保険に関しましては、介護保険の保険料、一定の年齢の方に関しましては、含めて、保険料徴収という形になっております。この介護の保険料に関しましては、全国一律なんですけれど、引き下げという形で、令和6年に関しては、1.6% という形になっております。一方ですね、健保組合に関しては、以前は大企業の方が入っていて、非常に保険料が安く、給付も手厚いということで、保険料が協会憲法に比べて低かった状況ではありますけれど、昨今はなかなかですね、医療費の高騰ですとか、そういったところもありますので、どんどん保険料率というのが上がってきているという状況で、今はほぼ協会憲法とあまり差がない、場合によっては健保組合さんの方が協会憲法の保険料率も高いというケースが出てきているという状況になっております。そんな中でなかなか健保組合も運営が厳しいという状況ではありますけれど、今回ですね、健保組合の方でですね、2024年度の収支見込みというのが公表されました。この健保組合に関しては全体で2900万人ほど加入をしているものになりますけれど、この健保組合の役割としてはですね、いわゆる特定健康方針、特定健診とかですね、あとは独自の保険事業に積極的に取り組んできて、加入者の疾病予防ですとか、健康増進を図って医療費の削減とか適正化に寄与してきたという部分で非常に貢献をしているものではあります。そして独自の保険事業に関しましては、いわゆる付加給付金制度と言われるもので、一部医療の還元をするとかいう形で行ってきたという状況になっております。ただ、この健康保険組合ですけれど、2024年度の収支見込みに関しては、全体の9割の組合が赤字という形になっていて、組合数としては約1379という中で、1119の組合が赤字という形で、過去最大の赤字幅という形になっている。そしてですね、この原因なんですけれど、やはり医療費の増加、高止まりのしてまま、なかなか医療費が下がっていかないというところ、そして、少子高齢化において、高齢者の医療費への拠出金が増えてきたというところが、こういったところが非常に大きくなってきている。特にですね、ここに対して今後は2025年問題ということで、団塊世代の方が後期高齢期に突入をしてくる。そして、医療・介護の分野の負担増加が懸念をされている状況ではありますので、今後もますますですね、健保組合の収支が黒字化するというのは厳しくなってくるのではないかと。そういう状況を受けてですね、健保組合数は年々減少傾向にあるという形になっております。2021年、令和3年度においては、組合は9増えた。ただ、解散が5あって、合併や消滅した組合は4あったという状況になって、なかなか運営が厳しい状況が見受けられるという状況になっています。そして、この健保組合、解散したらどうなるのかという形ですけれど、加入している皆さん、被保険者の方に関しましては、全国健康保険組合ですね、協会干渉の健康保険に加入する、いわゆる協会憲法に加入をするという形になってきます。ただしですね、健保組合と協会憲法、給付が一部違ってきますので、新たな協会憲法での給付内容は変わる可能性があります。
そして、以前と同様の保険料負担で同様の給付が受けられるとは限らないという形になっております。そして、健保組合解散をした場合どうなるかですけれど、健康保険組合の財産を持って債務を完済できない場合はですね、設立事業所の事業主に対して、債務を完済するために要する費用の全部または一部の負担を求めることが可能という形になっておりますので、健康保険組合と事業主の連帯責任の規定があるという形になりますので、会社負担が生じる可能性があるというところになります。ただしですね、そこに加入をしている被保険者の方に関しての負担が生じることはないという形になっております。最後に注意点とまとめですけれど、健保組合の解散によりますと、やはり国庫の負担の増加ですとか、今までの役割だった医療費の削減適正化といったところが弱くなってくるといったところで非常に悪影響が出てくるといったところになります。また、健保組合で働いていた職員の方に関しましては、やはり一般の企業と同様にですね、直接雇用の場合は雇用契約無効になってしまいますので、解雇という形になります。ただしですね、当然事前の説明は必要という形になります。また、一部組合さんによっては、加入会社からの出向というケースもあるかと思いますので、その場合は、出向元の会社に戻るという形になっています。そして今後ですね、健保組合の方も同様に、子ども子育て支援金制度というのの創設に伴って、健保組合の方では平均で1人500円、保険料の増額というのが見込まれております。今後ですね、2025年問題を迎えるにあたって、一層医療費の負担は増加をしてきて、健保組合の経営は厳しくなってくるということが予想されます。同時にですね、会社の中においてもですね、ビジネスケアラーですね、介護をせざるを得ない方というのが増えてくるという形になりますので、こちらの問題、社内でも仕事の仕方、雇用管理について検討してほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。